お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、帝国陸軍の奇才石原幹二が、その思想を表したことで有名な世界最終戦論について、その内容を要約しながら解説をしたい。石原幹二といえば世界最終戦論という印象があるが、原点は読んだことないな。これは比較的読みやすい著作で、なぜかというと、元は石原幹二の講演録なので、戦前の本にしては口語体で簡易な表現も使われており、かつ、聴衆を配慮してか具体例も交えつつ想像しやすいように石原幹二の思想や意見が展開されている。ただし、内容の解釈についてはいろんな意見があると思いますので、そこは遠慮なくコメント欄にどうぞ。なお、最終階級を考慮し、本動画では石原幹二を石原中将と呼称します。さて、本書は、戦争は武力をも直接使用して国家の国策を遂行する行為という書き出しから始まる。クラウゼイッツの戦争論みたいだな。冒頭で石原幹二はアメリカに対する警鐘を鳴らしつつ、武力の行使とは何かを説いている。すなわち、当時の日米関係は中国での権益や日中戦争をめぐって緊張関係にあり、アメリカは自目的もあって多数の海軍艦艇をハワイに集結させていた。これを石原幹二は日本に対する脅迫だと喝破するとともに、アメリカが海軍力を使って日本側に情報を迫っている様子を捉え、これも武力の使用による国策の遂行であると解説する。そうすると書き出しに言う武力の直接使用を手段とする戦争をアメリカが展開しているということ。アメリカによるハワイへの海軍艦艇の集結は間接的な武力の使用なので、まだ戦争とは評価できないと述べている。当時の日本が置かれている情勢を述べて関心を引きつけた上で、石原中将は、戦争には2種類の傾向があると整理する。2種類の戦争とは、決戦戦争と持久戦争だ。決戦戦争は、武力が最も優先される戦争であり、それは力強く、太くかつ短い戦争であるとする。対して持久戦争は、武力が政治的手段に完全な優位性を持たずに場合によっては劣後し、細くかつ長い戦争であるとする。ちなみに、石原中将はよりわかりやすく説明しようとしたのか、決戦戦争は男性的な陽性の戦争であり、持久戦争は女性的な陰性の戦争であるとも評しているが、令和の現代でこれを言ったら各方面から批判を受けそうだね。石原幹二なら反論に対して完全と反論しそうだがな。決戦戦争と持久戦争はどんな理由で分岐するの？石原中将はその点につき1個だけの要因では整理できないとするんだが、最大の原因は適時しており、決戦戦争と持久戦争とが分かれるのは、時代的影響が大きいとする。なお、この決戦戦争と持久戦争の違いが、石原中将の世界最終戦論の肝を解説する上で重要な指標となるので、この著作でもそこら辺について丁寧に解説がなされている。時代的影響というのがよくわからない。石原中将は陸軍士官学校や陸軍大学校時代、天才と恐れられた優秀な頭脳を持って、学校で教わる科目の勉強を短時間で遂行し、余った時間を、歴史や哲学などの読書に当てていたという逸話がある。この世界最終戦論で展開される、決戦戦争と持久戦争の解説は、石原中将の歴史に対する造形の深さが見て取れる内容だ。まず、石原中将は古代ギリシャやローマ帝国の戦争観察より話を始める。東洋の歴史で解説をしないの？部分的には言及しているが、石原中将曰く、西洋は類似した力を持つ国同士が多数隣接する喧嘩の激しい地域だから、戦争については西洋が本場なので、決戦戦争と持久戦争の違いについても西洋を見れば違いがよくわかるとする。まず、石原中将は古代ギリシャ時代の軍政、すなわち国民海兵と密集体系による戦術を好意的に評価し、この国民海兵をベースとした整然たる密集体系による戦術は、決戦戦争の古代における姿であるとする。古代ギリシャ時代に全ての国家が国民海兵制を敷いていたかは議論の余地があるが、そこは置いておこう。しかし、ローマ帝国の全盛期になると、ある要因により、この決戦戦争の美しい伝統は崩壊に向かい、持久戦争の時代を将来したとする。ある要因って何？傭兵の台頭だ。
石原中将は傭兵に対しては否定的で、国民海兵に代わって傭兵が跋扈することでローマ帝国は政治が緩んで滅亡に向かった要因の一つになったとする。そして中世の時代には、騎士同士の一騎打ちが戦争の主流となった。石原中将としては、この騎士同士の一騎打ちの時代は、戦術的には暗黒時代だと嘆いている。まあ騎士の技能が試される一騎打ちで戦術も何もないわな。ところが、この戦術的暗黒時代を変革させる存在が現れる。どんな存在？鉄砲の誕生だ。戦闘技術に優れる名家の騎士であっても、平民に鉄砲を一発撃たれたら勝てないという時代が到来した。これにより騎士同士の一騎打ちの時代は終わりを迎えるも、次に来た時代はまたもや傭兵中心の持久戦争の時代だった。この頃の傭兵中心の名残は、日本陸軍の様式からも見て取れると石原中将は解説する。なんでそんな昔の西洋の傭兵の名残が昭和の帝国陸軍に？具体的には、当時の日本陸軍では、指揮官が号令をかけるときに軍刀を抜いて気をつけと号令するところ、これは傭兵に対し、命令に服さないようであれば切るぞという脅しの名残なんだと石原中将は述べる。また、歩兵部隊を前進させる際に、歩調を揃えて進ませるのは、傭兵が主流の時代に、弾が飛び交う戦場で生じる恐怖心を押さえつけて敵軍に向かって前進できるように訓練する意味合いもあるそうだ。なるほど。言うことを聞かない傭兵を指揮する苦労が忍ばれる。でもさ、傭兵を大量に雇って戦場に一挙に投入すれば持久戦争じゃなくて決戦戦争で終わるだろうに、なんで傭兵だと持久戦争になったの？それはね、当時の先制君主からしたら、バカ高いお金を払って雇い入れた傭兵をむざむざと失うのは経済合理性に見合わない行為だったから、なるべく傭兵の消耗を避けようとしたそうだ。その結果、大量の犠牲が出る決戦は忌避され、持久戦争の時代が続いたらしい。持久戦争のやり手として高名なフリードリヒ大王は7年戦争でその手腕を発揮した。そのまま持久戦争時代が続いたの？続くかに思われたんだが、持久戦争の時代を終結させ、再び決戦戦争の時代を到来させた大事件と英雄が登場する。なんと誰？フランス革命と、ナポレオンだ。フランス革命が決戦戦争とどう関係あるの？フランス革命の結果成立した革命政権は、周辺諸国からとてつもない外圧を加えられるんだが、何せ革命直後で政府には予算もなく、傭兵を大量に雇い入れることで軍事力を整えるという手段を取れなかった。その結果、ある意味しょうがない選択肢として革命政権で取られたのが、徴兵制だったんだ。古代ギリシャの国民海兵の復活じゃないか。別の幸運もあり、それまで傭兵を駆使して使い古されていた応対戦術が、国民海兵の軍では訓練が間に合わなかったので、これもしょうがない選択肢として、三兵戦術を採用したところ、これが思いのほか強かったという事情もある。この状況で、西洋の軍事史に完全と現れたのが、英雄ナポレオンだ。ナポレオンはそれまでの伝統的な傭兵による応対戦術を無視して、要点に兵力を集中させて敵軍の戦線を撃破し、逃げる敵軍を執拗に追撃して壊滅に追い込むという、土地の占領よりも敵軍の戦力壊滅を主目標とした戦術を展開し、瞬く間に欧州を席巻した。このナポレオンの登場によって、再び決戦戦争の時代が到来したと石原中将は看破する。しかし、西洋はまた、辛く長い持久戦争の時代を迎えてしまう。不仏戦争とかって期間は短いから決戦戦争的だよね。そのあたりまではフランス革命やナポレオンが切り開いた決戦戦争の時代だったが、欧州を再び持久戦争の時代に戻したのは、第一次世界大戦だった。長く苦しい塹壕戦の始まりだな。ただし、第一次世界大戦は30年戦争や7年戦争とは異なり、新兵器が数多く登場したり、また、戦術面でも大きな変革があったと石原中将は解説する。三兵戦術からどう変わったの？第一次世界大戦では双方ともに砲火力が著しく強大となったことで、それまでの応対や単純な三兵による防御では簡単に戦線を突破されることが明白となった。その結果、防御する側は、戦線を複数に配列して、かつ、
石原中将は戦闘群と呼称するんだが、この機関銃等を備えた一分隊規模の戦闘群を間隔を空けてかつ重心に配置し、敵軍が入ってきたら前後左右からの不規則な射撃で撃滅するという戦術が出現した。防御側がこの戦術を採用すると、当然攻撃側も工夫を凝らし、部隊を重心に配置して、それまで裁量の大きかった三兵戦術を改め、防御側からの縦横無尽な射撃で混乱しないよう指揮官による統制を徹底させるという戦術も出現するに至る。石原中将曰く、第一次世界大戦の欧州戦線に参加しなかった日本陸軍は、世界から周回遅れでようやくこの新しい戦術に気づき、頑張って研究訓練に励んでいるんだと述べている。結構正直に軍の実情を話すんだね。さて、以上のように決戦戦争及び持久戦争の変遷と、当時の最新の戦術の解説を、西洋の歴史を踏まえながら解説してきた石原中将だが、いよいよ本題に迫っていく。この世界最終戦論は、1940年に行われた講演がベースなので、すでにナチスドイツによるポーランド侵攻で第二次世界大戦の火蓋は切られており、ナチスドイツは破竹の進撃を続け、すでにフランスを占領、ビシー政権を成立させて欧州の大部分に歯を唱えている状況だった。ナチスドイツ国防軍の電撃作戦は決戦戦争の典型だから、時代は決戦戦争に戻ったんじゃないの？石原中将は、その見解を明確に否定する。すなわち、言う方ドイツには悪いが、ドイツの機甲部隊が欧州を席巻したこの時期においても、まだ時代は持久戦争であり、この戦争は持久戦争として長く続く公算が大きいと予想している。当たってたね。そして、古代ギリシャの時代から決戦戦争の時代と持久戦争の時代が交互に入れ替わってきた歴史に照らすと、この時点ではまだ欧州が主戦場だが、この第二次欧州大戦の次の時代として、決戦戦争がやってくるとする。この次の決戦戦争の時代では、老若男女問わず戦争に参加することが強制され、三次元の戦法が展開されると説く。三次元の戦法って何？空中戦だ。そして石原中将は、次の決戦戦争において展開される現象を解説し、これは結果として第二次世界大戦を占うような予想となっている。すなわち、次の決戦戦争では、敵に損害を与えることが今まで以上に重要となるため、空軍による徹底的な爆撃が行われることとなり、軍部隊や軍施設だけでなく、国民や諸々の施設が攻撃目標とされ、工業都市などが徹底的にやられるだろうと予想している。まさか日本がそうなるとは。石原中将はこの予想に基づき、主要都市では根本的な防空対策が必須で、工業の地方分散や都市人口の整理が大事だと説くが、これは宅建だったように思う。また、石原中将は、次の決戦戦争では、無着陸で世界を周回できる飛行機ができ、また、一発当たると何万人もの人間がぺちゃんこになる大威力の破壊兵器が登場する旨を予想している。破壊兵器については石原幹事が預言者と言われたのがわかる気がする。これらの新兵器などの登場も考慮すると、次の最終戦争はすぐに決着のつく決戦戦争だとする。この決戦戦争は、世界から戦争がなくなる究極の戦争であり、この決戦戦争が終われば世界は自然に統一されて平和が訪れるとする。最終戦争はどことどこが戦うの？世界はまず4つの勢力、すなわちソ連、アメリカ、東亜、ヨーロッパに整理され、このうち、アメリカと東亜が最終戦争で戦うと予想している。なお、東亜というのは、当時泥沼に陥っていた日韓で新しい提携の方針を確立し、東亜の勢力として最終戦争に臨むべきであるとする。これは、日中戦争の不拡大派だった石原中将の見解がベースとなっているように思われる。満州事変を遂行しながら日中戦争は不拡大派だった石原幹事の思想が現れているね。ちなみにヨーロッパって英雄的な。石原中将は欧州を席巻したヒトラー総統の狙いはヨーロッパ連盟の創設にあるとして、このヨーロッパ連盟が一つの勢力になるのではないかとしている。ただし、冒頭で言及したように、西洋は喧嘩の本場だから、連盟という結合が難しく、結局は殴り合いを始めるのではないかとも述べている。この点は現在の EU を見ると果たして的中した予想か否か、
議論の分かれるところだろう。加えて、ソ連についてもスターリンに何かあったら内部から崩壊するだろうから、結局、残るのは、日本を含む東亜と、アメリカだろうとしている。最終戦争では、日本の天皇が世界の天皇になるのか、アメリカ大統領が世界を統制する大統領になるのか、運命の決戦となり、この運命の決戦は1940年の時点から20年ないし50年の間に勃発すると推測している。この最終戦争に備え、石原中将は昭和維新が必要であると説く。昭和維新と聞くと、226事件の物騒な雰囲気を感じるんだが、石原幹事の言う昭和維新って何をするの？明治維新では王政復古や廃藩置県が政治的眼目となっていたが、昭和維新では、ズバリ東亜連盟の結成こそが目標であるとする。来るべき最終戦争を戦い抜くために、東洋民族の新しい道徳を創造して東亜諸民族の結合を促す。そして、西洋やアメリカに劣らない生産力を作り上げ、今の飛行機とは比べ物にならない、成層圏も自由に航行できる飛行機を製造しなければならないとする。航空戦力に目がいっていたのは当時からすると先を見通していたんだろうね。この後、石原中将は日蓮宗に関連する仏教的な意見を述べている。そして、結びとして、石原中将は、来るべき最終戦争は国同士の利害関係による戦争ではなく、世界の統一と永遠の平和を希求する戦争となるため、日本人として、卑しくも敵に対する侮辱などは絶対にすべきではなく、敵を尊敬し敬意を持って戦うべきであると主張する。そして、こそこそと戦争の準備をするのではなく、敵にも十分に準備をさせた上で、正々堂々と戦いを展開すべきである旨を説き、昭和維新の目的を達成するため、日本人と東亜諸民族に時代の精神を説くことこそが大事な仕事であるとして、結びとしている。さて、世界最終戦論の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに直近の動画は、笑顔の軍人最小桂太郎です。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。